にちは、みるです。今日はこれ、おはぎじゃない、おはぎを食べながら、何々とはよく言ったもので、という表現の紹介と、このおはぎとお彼岸のお話をしたいと思います。さっき、八百屋さんに行ったんですね。そう、それでね、これお味噌汁なんですが、カブのお味噌汁です。はい、八百屋さんに行ってカブを買いました。そうでね、八百屋さんに行ったんですね。その時にお店の人と私と他のお客さん3人でちょっとしたね、会話をしたんですよ。それがね、これです。涼しくなりましたね。ねえ、やっとですね。暑さ寒さも彼岸までとは本当によく言ったものですね。ほんとそうですね。昨日まで暑かったのにね。っていうね、会話をしました。以前、日本人はなぜ天気の話をするのという動画でもお話ししたんですが、本当によく天気の話をします。私もね、呼吸をするように、息をするように天気の話をしています。はい。そう、それでね、この話をした時に、これポッドキャストでお話ししたいなーって思いました。はい。ということで、早速ね、このおはぎをいただきたいので、まずはおはぎのお話をしますね。これは、もち米を潰して、そしてこうやってね、丸めて、小豆で炊いたあんこ、これね、あんこなんですけど、あんこで包んだ和菓子です。これね、すごく興味深いのが、この和菓子、秋はおはぎと呼ばれて、春はぼたもちと呼ばれるんですよ。ものは同じなんですよ。これね。危ない。ものは同じなんですけれども、秋は萩の花が咲くからおはぎ。そして春はボタンの花が咲くからぼたもちと呼ばれるんです。そう、同じものでもね、季節感を大切にして呼び名を変える。ちょっと素敵ですよね。はい。ということで、まずいただきます。私ね、本当にこのおはぎが好きで、すごくね、甘いんですけれども、これはお食事です。おやつじゃなくてお食事。そう、今の季節ね、このおはぎがちょっと後で話すんですが、すごくね、和菓子屋さんはもちろん、スーパーでもすごく並ぶんですね。なのでね、もう本当に幸せで、最低でも2日に1回は食べてます。はい。じゃあね、まず、中がね、どうなっているか。お箸で切ってみると、おっと危ない。やめよう。ちょっとここでお見せした方がいいのかな。こういう感じ。見えますか？こういう感じで、中がもち米潰して丸めたものをあんこで包んだ和菓子なんですね。美味しそうで、実はですね、もう一つ買っちゃったんですよ。これはね、もち米の中にあんこが入ってるんですよ。あんこがあって、それを潰したもち米で包んで、さらにきな粉をまぶしてるんです。こうやってね。そう、すごく美味しい。私ね、今ね、2日じゃない。今ね、お昼なんですけど、2ついただきます。これと、さっきの、これと、あとね、これだとね、甘すぎるのでね、やっぱりお味噌汁が欲しいので、お味噌汁。もういただきます。まずね、こちらをいただきます。で、ここからはね、食べてる映像に音声入れます。なんか咀嚼音って嫌ですよね。はい、じゃあ、いただきます。いやー、嬉しい。本当に嬉しい。美味しいんですよ。はい、いただきます。はい、ここからは食べてる映像に音声を入れていきます。
咀嚼音嫌ですよね。はい、私は好きじゃないので、映像に音声を入れています。まず、お彼岸の話をしたいんですが、お彼岸というのは、この世にいる私たちが、あの世にいるであろうご先祖様や仏様に思いを届ける時期です。これは仏教の考え方だそうです。お彼岸の日の漢字、彼とも読むんですが、これね、あちらという意味があります。で、この漢字を使った言葉に、彼方という言葉があります。これは、あちらの方という意味です。遠くの場所とか、時間、心の届かないところを表します。例えば、海の彼方を見つめながら物思いにふけるとか、宇宙の彼方には何があるんだろうとかね、こうやって使います。そして、お彼岸の岸の字ですね。これは海とか川の岸。岸は川のほとりとか、海のね、ほとりとか、端っこのことです。なので、彼岸というのは、あちら側の岸という意味なんですね。遠くにいるご先祖様を思う、そんな時間なんじゃないかなと思います。で、ちょっと前にお盆がありました。お盆も仏教由来の日本の行事で、地域によって違うんですが、だいたい7月中旬とか8月中旬頃がお盆の時期です。で、お盆というのは、ご先祖様があの世からこの世に帰ってくると考えられています。なので、お彼岸とお盆というのは違うんですね。お彼岸はご先祖様に思いを届ける時期。そしてお盆はご先祖様がこの世に帰ってくる時期です。で、お彼岸は秋のお彼岸と春のお彼岸があって、秋のお彼岸は毎年秋分の日を真ん中とした前後3日間、合計7日間です。今年だったら秋分の日が9月の23日ですから、9月の20日から26日までの7日間が今年の秋のお彼岸ということになります。春のお彼岸は春分の日を真ん中とした前後3日間の合計7日間です。はい。その時期というのは太陽が真東から昇って真西に沈むんですって。で、仏教は西の方に仏様の世界があると考えられているそうで、なのでお彼岸の時はこの世とあの世が一番近づくと考えられているそうですよ。はい。で、この時期、このね、お彼岸の時期におはぎ、ぼた餅をお供えするんですね。秋のお彼岸だったらおはぎ、春のお彼岸だったらぼた餅をお供えします。で、今はちょうど秋のお彼岸の時期ですから、おはぎが和菓子屋さんはもちろんスーパーにもたくさん並んでいるんです。はい。で、さっきの八百屋さんでの会話。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものですね。これです。このね、何々とはよく言ったものですね。これは、まさにその通り、うまい言い方だね、という意味です。よく言ったのよくはね、うまくという意味です。はい。ことわざとか慣用句に納得した時とか、本当にその通りだなぁと思った時に使います。例えばさっきの会話の暑さ寒さも彼岸まで。これは慣用句なんですが、意味はね、夏の暑さは秋のお彼岸を過ぎれば和らいでくるよ。冬の寒さは春のお彼岸を過ぎれば和らいでくるよという意味です。厳しい気候もね、季節の節目で落ち着くよという意味です。で、他にもね、実は意味があって、辛い時期は永遠には続かないよ。物事には終わりがあるよという意味合いで使われることもあります。とにかくね、本当に、今日は19日で、明日から秋のお彼岸に入るんですが、今日ね、ものすごく涼しいんですよ。暑さ寒さも彼岸まで。はい。まさにね、その通りにお彼岸の時期に涼しくなりました。昨日までね、本当に暑かったんです。本当にね、週間天気予報を見ると、もうね、今日から最高気温が30度下回る日が続くんですね。すごい。本当にね、暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものです。
はい、こうやってね、使います。ということで今日は、おはぎ、そしてぼたもち、お彼岸、何々とはよく言ったもので、などね、いろいろお話をしました。じゃあ、バイバイ。